さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうめちゃくちゃ簡単なカルピスで作るヨーグルトケーキ、こちらの作り方を紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、15センチの底が取れる型になってます。で、これ側面フィルムちょっと貼ってるんですけど、見えるかな？このフィルム貼ってるんですけど、これ紙でも全然よくて、で紙だと、これなんかこう、なんだろう、たわんじゃうのでフィルムにしてます。フィルムだと綺麗にこうペシッって側面できるのでフィルムがおすすめです。100円ショップにも売ってるのでぜひ用意しておいてください。これでやっていきます。はい、これヨーグルトなんですけど、これ水切りしたくてちょっと開けますね。水切りの仕方はこれ網に紙引いてもう入れとくだけです。冷蔵庫に入れちゃいます。ザバッと。でもし水切りがめんどくさいなって思ったらなんだ、ギリシャヨーグルトとかも硬いやつ使えばいいんで、もう何でもいいんです。大して気にしないでください。はい、これきれいに取れます。で、これでこのまま置いておきます。はい、これ作っていくんですけど、これ土台になる部分で、これもう既製品のクッキーを砕いて下に敷くんですね。で、これジップロックに入れてこうやって綿棒で砕いていけばもう簡単に粉々になるので粉々にしてください。綿棒100円ショップとかにも売ってるんでね、もう全然おすすめです。これちっちゃいのでいいんで、細かければ細かい方が簡単に土台になるので結構細かくしといてください。はい、こんな感じですね。これで OK です。はい、これ用意してるのホワイトチョコなんですけど、しっかり溶けているのを確認して600ワットで溶かしてください。で、これを入れていきます。はい、これホワイトチョコ入ったんですけど、ホワイトチョコ何がいいかって、バターだとちょっとこう酸化して臭くなったりするんですけど、ホワイトチョコ砂糖が入ってるじゃないですか。で、今回生地の上の部分には砂糖入れないので、もうこの甘さ結構大事です。で、ホワイトチョコって油なんで、上の生地の部分がクッキーに染みていかないっていうのもザックザクにできるポイントなので、ぜひチョコレートを使ってください。もうこうやってコーティングするだけですからね。はい、ちょっと見えづらいんですけど、均一に混ざったらこれを型に流していきます。はい、これクッキーをこうやって平らに押し込んでいくんですけど、これね、グラス底が平らになってるやつです。こういうので押していくと結構簡単に平らになるので、もうおすすめです。簡単に広がりますよ。で、もしこれなかったら、これラップなんですけど、皆さんラップですよね。ラップくちゃくちゃにしてこれでこうやって押し込んでいってもね、形が決まってないからね、これ角まで綺麗に入るんですよ。なのでもうどっちでもいいです。なんか好きなやつでやってください。はい、全部平らにできたら冷蔵庫に入れて完全に冷やし固めといてください。はい、これカルピスなんですけど、じゃん。で、これをゼラチン入れちゃいますね。これなんだろう、そのままね入れるゼラチンっていうのがあって、それを使ってます。これを入れちゃってで、温めて溶かすっていうやり方です。で、今回ヨーグルトケーキって言ってるんですけど、もうカルピスとヨーグルト合わせたらもうレアチーズみたいな味になるんで、もはやレアチーズケーキだと思って今回見てください。ではやっていきます。これを温めます。はい、これ水切りしといたヨーグルトなんですけど、見てください。こんな感じです。もうだからもうギリシャヨーグルトみたいな感じですよね。これお水も結構取れてるし。で、これを加熱したカルピスと混ぜていきたいと思います。そしたら加熱した方のカルピスにこれ全部一気に入れちゃいます。このままいっちゃうかな。はい、泡立て器でこれしっかり混ぜて、もうダマがないなーみたいな状態になったら、必ずゴムベラで混ぜ残しがないか、そこの方もしっかり調べてください。結構ゼラチン入ってるんで混ぜ残しがあると変な固まり方しちゃうので、ここ
で必ず均一に混ぜるようにしてください。ちょっとね触るとあったかいような状態です。今はこんな感じです。ここに生クリームを合わせていきたいと思います。さあ泡立て加減はこれぐらいですかね。でもっとこれ硬くてもいいんですけど、硬ければ硬い方が高さが出ます。ふわっとして。で全然泡立ちが弱かったらもう目が詰まっちゃってすごい濃厚な感じに仕上がるので、今日は中間ぐらいで仕上げていきたいと思います。はい、このヨーグルト入ったカルピスの方ですね、これに生クリームの泡立つやつを全部一気に入れちゃいます。でこれ2つの硬さが違ったりしたらちょっとずつ入れたりするんですけど、これ硬さが似てるんで、一気に今回は入れちゃってます。ちょっとカメラじゃわからないかもしれないんですけど、これ今色が全然混ざってないんで、2つが混ざったらもう完成です。はい、これ混ぜ終わったら冷蔵庫で冷やしておいた型に流し入れます。はい、そしたら冷蔵庫で冷やし固めたらもう完成です。さあ見てください。何ですかこれは。完成です。さあ見てください。完璧じゃないですか。これ断面ももうレアチーズケーキだと思います。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てくださいよ。これヨーグルトケーキ、これもうレアチーズだね。レアチーズだよ。これうまいよ。簡単だし。さあこれポイントのおさらいですね。これね食べてみたんですけど、もう全然こうカルピスを使うためというかカルピスの味を出したかったわけじゃやっぱなくて、ヨーグルトとカルピス合体させたらもうクリームチーズになるので、皆さんクリームチーズ買わずにレアチーズ作るならぜひこれやってみてください。あとポイントはヨーグルトあったじゃないですか、あれの水がちょっと多すぎるんであれを切りましたよね。でそれがめんどくさかったら売ってるやつあるじゃないですか、硬いやつね、なんちゃらってやつ、あれで全然いいのであれでもやってみてください。あとアレンジするとしたら、これ土台になんかスパイス入れたりバニラ入れたりとか蜂蜜入れたりとか、なんかこう個性を出せばもうちょっとなんかこうお菓子屋さんの味になると思いますので、それもやってみてください。なんかジャム乗せたりとか、あともう紹介してるフルーツソースかけたりとかしてもめちゃくちゃ美味しいと思いますので、それもやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。